スキル詐称ベテランをライブコーディングで論破した結果、お前のコードは素人以下だ。コード書けないんすか？俺は26歳のバックエンドエンジニアで、都内のベンチャー企業で働いてる。 Python 使ったウェブ開発が専門で、仕事も順調だった。でもある派遣エンジニアが来てから全てが変わった。そいつは経歴詐称のスキル詐称で、しかもパワハラ野郎だった。でも最後はライブコーディングで完全論破してやった。この話聞いてくれ。当時俺の会社では新しい SaaS プロダクトの開発が始まった。予算も確保できてかなり期待されてるプロジェクトだった。でもエンジニアが足りなくて派遣を1人雇うことになった。次の候補者、経歴がすごいわね。15年のキャリア、大手 SIR 勤務、ガーファの内定も辞退したって。マジですか？それはすごいですね。面接でも技術的な質問にスラスラ答えてたし、即採用ね。そして数日後、その派遣エンジニアが入社してきた。よろしく。俺は15年のキャリアがあるベテランだ。このプロジェクト、俺が技術リードとして引っ張っていくから安心しろ。さすがベテランさんですね。頼りにしてます。技術リード？俺がずっとこのプロジェクトの設計やってたんだけど、何か嫌な予感がしたが、まさかここまでとは思わなかった。お前は何年目だ？3年。ガキが偉そうにするなよ。初日からこの態度である。初日からこれはひどいな。ベテラン名乗るなら態度も大事にしろよ。そして翌日から本格的にコードレビューが始まった。この API 設計、RESTful の原則に従って実装しました。エンドポイントの命名規則も統一してます。なんだこれ、お前のコードひどいな。どこがですか？変数名が分かりにくい、コメントも少ない、設計も甘い。お前基礎が鳴ってないんじゃないか。でも変数名はテンプ8に従ってるし、コメントも必要な箇所には。言い訳するな。俺が全部書き直してやる。はい、こんな感じで毎日俺のコードにダメ出しをしてくる。でも具体的な改善案は一切出してこない。ただダメ出しだけして自分の優位性を誇示するだけだった。理不尽すぎる。具体的にどこが悪いか言えよ。でも俺も自信がなくなってきた。毎日のように否定され続けると自分のスキルを疑い始める。もしかして本当に俺のスキルが低いのかな。そして数日後、もっとひどいことが起きた。ベテランさん、この認証システムの設計、素晴らしいですね。ああ、KWT 使ったセキュアな実装だ。15年の経験が生きたな。それ俺が設計して実装したんですけど。お前はサポートしただけだろう。設計は俺だ。いや、Git の履歴見ればわかりますけど、全部俺のコミットです。でもベテランさんからこの設計案を受け取ったって。コミットは俺の指示通りお前が打ち込んだだけだろ。お前そんなに自分の手柄にしたいのか？みっともないな。まあまあ、2人で協力して作ったということで。こんな感じで俺の成果を全部自称ベテランが横取りしていく。しかも CTO も自称ベテランの言うことを信じちゃってる。経歴が立派だと信用されやすいからな。でも Git の履歴があるんだから証拠あるじゃん。俺もそう思ってたんだけど、もっとひどいことが待ってた。ある日の夕方、CTO に呼び出された。リッチくん、ちょっと相談があるの。はい、何でしょうか？実はベテランさんから報告があってね。最近の君のパフォーマンスが良くないって。コードの品質も低いし、設計の理解も浅いって。そんな、俺はちゃんとレビューも通して。ベテランさんが全部フォローしてくれたから通ったんだって。正直次の評価で C 評価にしようと思ってるの。C 評価って、そんな C 評価になると降格もありえる。でも俺はちゃんと仕事してますし、成果も出してます。でもベテランさんから見ると君はまだまだなんだって。彼は15年のキャリアがあるから、その評価は信頼できると思うの。こうして俺は完全に追い詰められた。でもここで諦めるわけにはいかない。
帰宅後妻に今日のことを相談した。 C 評価？そんなのおかしいよ。あなたはいつも真面目に仕事してるじゃない。でも自称ベテランの評価の方が信用されてる。あいつ15年のキャリアがあるって言ってるから。本当に15年もあるの？なんか怪しくない？どういうこと？だってあなたが書いたコードを自分のって言ってるんでしょ。本当に実力があるならそんなことする必要ないよ。確かにそうだよな。諦めないで、きっと何か方法があるよ。ありがとう。もう少し頑張ってみる。良い嫁さんじゃん。妻の言う通りだな。妻の言葉で俺は目が覚めた。このまま黙って泣き寝入りするわけにはいかない。翌日、会社で同僚の若手エンジニアに相談してみた。あのベテランさん、なんか変じゃないか。正直俺もそう思ってた。あの人技術的な質問するといつも曖昧な答えしか返ってこないんだよね。やっぱり俺も同じこと感じてた。でも CTO が信用してるから俺たちが何言っても。何か証拠があれば。実はこの前ベテランさんのコード見たんだけど、どうだった？なんか教科書的すぎるというか、コメントも英語で、でも文法が微妙に変なんだよね。まさか AI？ それだ、 AI でコード生成してるんじゃないか。だから具体的な技術の話になるとはぶらかすんだ。プロンプトにコピペして出てきたコードをそのまま使ってるだけだから理解してないんだよ。でもそれだけじゃ証拠にならない。 AI っぽいコードでも本人が書いたって言えばそれまでだ。確かに。そして数日後、さらに追い打ちがかかった。リッチくん、評価の件なんだけど、正式に C 評価ということで決定したわ。そんな決定って？ベテランさんからの報告では、君の技術力に疑問があるって。正直イッチ君は基礎から勉強し直した方がいいと思う。俺が若い頃はもっとストイックに勉強してたけどな。次の四半期で改善が見られなければ降格もありえるから頑張ってね。会議室を出た後、トイレで一人になった。クソ、なんでこんなことに。でも俺は間違ってない。あいつが嘘をついてるんだ。絶対に証明してやる。イッチさん、あ、同僚くん。さっきの話聞いちゃった。俺イッチさんを信じてます。何か手伝えることがあったら言ってください。ありがとう。本当にありがとう。良い同僚じゃん。味方がいてよかった。俺は決意した。自称ベテランの嘘を絶対に暴いてやる。週末、俺は自宅で徹底的に調査を開始した。まずは自称ベテランのリンクトインを確認。職歴に OTSIR の名前が載ってる。よし、その会社に確認してみよう。俺は大学時代の先輩がその会社で働いてたのを思い出した。すぐにメッセージを送ってみた。その名前、人事データベースで検索したけど該当者なしだったよ。やっぱり嘘だったか。次は GAFA の内定の件を調べよう。面接を受けた記録があれば応募者データベースに残ってるはず。これも知り合いのリクルーターに確認してもらった。応募履歴も面接記録も一切なかったわ。完璧だ。GAFA 内定も嘘確定。次は学歴も調べてみよう。学歴詐称もチェックするのか。徹底的に調べ上げろ。リンクトインには有名大学の情報工学部卒業と書いてある。でも同じ大学の同期に確認したらその名前卒業者リストにないね。学歴も詐称だともっと調べてみよう。ネットで自称ベテランの名前を検索してみた。するととある掲示板で見覚えのある名前を発見。そこには同じような被害に遭った企業の愚痴が書かれていた。経歴詐称のエンジニアに騙された。 AI でコード生成してただけだった。手柄を横取りされた。まさに俺と同じ被害じゃないか。すぐにその企業の担当者に連絡を取った。3社から証言を得ることができた。あいつには本当に迷惑をかけられた。経歴詐称、スキル詐称、手柄横取り、証言書、喜んで提供するよ。
うちも同じ被害を受けました。あの人が来てからプロジェクトが完全に崩壊しました。常習犯じゃん。これで完璧に証明できる。同僚にも連絡して AI コードの特徴をまとめてもらった。まとめました。コメントの英語が機械翻訳っぽい。エラーハンドリングが教科書的すぎる。変数名が全部フルスペルで実務ではありえない命名。完璧だ。これで十分な証拠が揃った。CTO に直接報告しよう。CTO、緊急でお話があります。どうしたの？そんなに真剣な顔して。実はベテランさんの経歴とスキルについて調査しました。調査？何のために？あの人の経歴すべて嘘でした。何を言ってるの？大手 SIR の勤務歴、ガーファ内定、学歴すべて詐称です。証拠もすべて揃っています。さらに過去に3社で同じ手口で被害を出しています。そんな、本当なの？はい、企業からの証言書もあります。そしてあの人のコードは AI で生成されたものです。 AI で生成。でもそれだけでは証明できないわよね。だから提案があります。ライブコーディング対決をさせてください。ライブコーディング？はい、ネット接続を切断した状態で同じ課題を解きます。 AI が使えない環境ならあの人は何もできないはずです。わかったわ。それやりましょう。全社員の前で2人の技術力を確認させてもらうわ。ありがとうございます。一致頑張れ。全社員の前で決着つけるのか。これは見ものだな。ライブコーディング対決の日がやってきた。今日で全てが決まる。一致さん、大丈夫ですか？問題ない。自分のスキルは信じてる。会議室には全社員30人が集まり、プロジェクターで2人の画面が映し出される。それではライブコーディング対決を始めます。課題はベストフル。 API でシンプルなクラット操作を実装してください。制限時間は45分。ネット接続は切断します。こんな簡単な課題10分で終わるな。やってやるよ。それではスタート。俺はすぐにキーボードをはたき始めた。まずはファスト API でアプリのひな形を作成。次にデータモデルを定義してクラッドエンドポイントを実装。一方、自称ベテランの画面はまず何から始めるんだっけ？自称ベテランの画面は真っ白なままだった。あれ、ベテランさん、何も書いてませんね。うるさい。今考えてるところだ。一致さん、めちゃくちゃ早いですね。でもベテランさん、全然進んでない。よし、クリエイト、リード、アップデート、デリートの実装完了。次はバリデーションとエラーハンドリングを追加。くそ、何も思い出せない。自称ベテランはわずか数項しか書けていない。完成。テストも書いて全部パスした。待ってくれ。このキーボード打ちにくくて、それに環境が整ってないし。言い訳は結構です。時間終了。ベテランさん、ほとんど何も書けてないじゃないですか。これは完全に一致くんの圧勝ね。ではベテランさんから確認しましょう。これはほとんど何も書けていませんね。それではいくつか技術的な質問をします。ベストフルの設計原則について説明してください。そのリソースベースででは HTTP メソッドの使い分けは？それはゲットとポストで、そのプットとパッチの違いは？知らない。基本中の基本じゃないですか。15年のキャリアって何だったの？ Python のアシンク、アウェイトの仕組みは？それもわかりません。15年のキャリアでこれらの基本的な質問に答えられないんですか？イッチくんから証拠を見せてもらいました。あなたの経歴すべて嘘ですね。それは誤解です。誤解じゃありません。証拠があります。大手 SIR に勤務履歴なし、GAFA の応募履歴なし、大学の卒業者リストにも名前なし、そして過去3社で同じ手口で被害を出している。
言書もあります。すごい。ここまで調べたんですか？これは完全にプロね。もう十分です。あなたの契約は即日解除します。さらに私分虚偽造罪で警察に通報します。派遣会社にも厳重に抗議します。すみません。すみませんでした。自称ベテランは泣きながら会議室を出て行った。そして社員たちから拍手が起こった。イッチ君、本当にごめんなさい。あなたの技術力を見誤っていたわ。今日から君をシニアエンジニアに昇進させます。特別ボーナスとして100万円を支給します。年収も100万円アップね。ありがとうございます。イッチさん、おめでとうございます。これからもよろしくね。自称ベテランは私分所偽造罪で書類送検された。派遣会社も信用を失い、IT 業界での再就職は絶望的になった。業界内でも噂が広まり、もう二度と同じ手は使えないだろう。俺はシニアエンジニアとして順調にキャリアを積んでいる。プロジェクトも無事にリリースできて評価も上々だ。イッチさん、いつもありがとうございます。あの時の経験で自分のスキルにもっと自信が持てるようになった。そしてチームのメンバーとの信頼関係も深まった。イッチ君には本当に感謝してるわ。妻も喜んでくれて2人で美味しいディナーに行った。あなた本当によく頑張ったね。諦めなくて本当に良かった。というわけで最後まで読んでくれてありがとう。経歴詐称の自称ベテラン、完全論破できました。諦めずに戦ってよかったよ。虫オツ、スカッとしたわ。ライブコーディング対決が最高だった。イッチ GJ おめでとう。完全勝利で気持ちいい。証拠の集め方が完璧だった。みんなありがとう。もし同じような状況にいる人がいたら諦めないで戦ってほしい。かっこいいな。イッチの勇気に感動した。またいい話聞かせてくれ。それじゃ